皆様、こんにちは。万吉プラモチャンネルにようこそ。今回は、プラモデルは作ったことがないけど、美少女プラモデルを作ってみたいという方や、買ったはいいけど、作るときに、どんな道具を揃えればいいかわからないといった方向けの動画になります。塗装の仕方とか、簡単フィニッシュとかの動画はあるんですが、組み立てることだけにフォーカスした動画ってあんまりなかったので、今回作ってみました。動画の前半では、組み立て時に最低限必要なツールの紹介、後半では、紹介したツールを使って組み立て方を紹介していきます。この動画がこれから始める方に少しでも参考になれば嬉しいです。万吉プラモチャンネル。はじめましての方に、ちょっとだけ自己紹介になりますが、このチャンネルは、美少女プラモデルのレビューや全塗装制作、ちょっとしたハウツーなどを紹介しています。最初はガンプラとかも紹介していたのですが、気がついたらビプラの魅力にはまり抜け出せなくなっていました。それではまず、組み立てに必要な道具を紹介します。個人的にまず初めに揃えた方がいいと思う道具がこちらです。あ、書いてないですが、もちろんプラモデルは用意してくださいね。解説に入る前に、ちょっとだけ注意事項になりますが、各ツールの専門家ではないので、自分の経験からお話ししているところも多いです。間違った情報やふわっとした情報があれば、コメント欄に、そっと訂正や補足を記載いただけると嬉しいです。それでは、一つずつ解説していきます。まずは、ニッパーから。ほとんどの人が見たことや使ったことがあると思うので、何をする道具なのかは説明不要だと思いますが、プラモデル製作の時は、ランナーと呼ばれるパーツの集合からパーツを切り離す時などに利用します。ホームセンターや模型店に行けば必ずあると言っても過言ではないニッパーですが、初めてだと種類が多すぎてどれを買えばいいか迷うかもしれません。基本的にはプラモデル用であれば問題ないのですが、そのプラモ用でも映像のような普通のタイプと、通称片刃ニッパーと呼ばれる2つのタイプがあるので、購入するときにちょっと迷うかもしれませんね。片刃タイプは馴染みがないかもしれませんが、これはまな板の上で包丁を切るような構造になっていて、切れ味が良いと謳っているニッパーが多い印象があります。切れ味がいいなら片刃タイプがいいのかなとなると思いますが、切れ味がいい反面、お値段が高かったり、太いパーツや硬いものを切ると刃が傷んでしまったりと、一長一短だったりします。ある程度用途に合わせて持つのがベストだと思うのですが、最初にそんなにお金をかけたくないと思うので、まずは2000円前後くらいのニッパーを購入すれば問題ないと思います。1000円以下のニッパーは切れ味が悪いのと、切り心地も悪くて疲れるのであまりおすすめはしません。両刃だったらタミヤさんの薄刃ニッパー、片刃だったらクレオスさんのミスター片刃ニッパーが2000円前後なので、個人的におすすめですね。続いて、棒ヤスリです。ニッパーに引き続き、美少女プラモデル作成には欠かせないツールですね。映像の棒ヤスリはかなり汚くて申し訳ないのですが、こちらはタミヤさんのベーシックヤスリセットに入っていた棒ヤスリになります。だいたい3本で500円くらいですね。棒ヤスリは可動軸の硬さを調整する目的で利用します。軸の硬さってどういうことって思われる方もいらっしゃると思いますので、簡単に説明しますね。美少女プラモデルって肘や膝、武装なアームなどの関節部のはめ合わせがきついことが多いんですよ。逆に関節が緩いってあんまりなくて、ちょうどいいか、硬いか、はたまたはまらないほど硬いことがほとんどです。私は寿屋さんのビプラを作ることが多いのですが、寿屋さんのキットは、だいたい硬めになっている印象があります。とまあ、ビプラの関節は硬いことが多いので、棒ヤスリを使って、軸受けの方の太さを調整するんですね。調整せずに無理やりはめると、パーツの向きが間違ってたから直そうとしても抜けなかったり、最悪動かした時に軸が折れたり、塗装する時にパーツが割れてしまったりと、負の得点が盛りだくさんなのです。軸受けの調整用として、ピンバイスを使う手段もありますが、個人的には棒ヤスリの方がおすすめです。ピンバイスだと、ドリルで掘るだけなので、作業自体は早いのですが、逆に少しずつ削れないので、一気に削りすぎてしまって関節が緩くなることもあったりします。そうなると、また関節を調整しないといけなくなり、いたちごっこ的なめんどくさい事態になるので、時間はかかりますが、少しずつ削れる棒ヤスリがおすすめですね。3つ目は、デザインナイフですね。デザインナイフの用途は、枚挙にいとまがないので、詳しくは割愛しますが、組み立てするときだけにフォーカスするなら、ニッパーが届かないところを切るときや、カンナ掛けするときにかなり重宝します。必須級ではないですが、何かと便利なので、お金に余裕があったら購入を検討してみてください。
私自身は、タミヤさんのモデラーズナイフを使っています。最後は瞬間接着剤ですね。ほとんどのビプラはスナップフィット式なので、接着剤なしで組み立てることができますが、稀に接着剤推奨のところがあったりします。それと遊ぶときにパーツがすぐに外れてしまってストレスになる時があるので、それを固定したり、二つ目に紹介した棒やすりで削りすぎてしまった時に軸を太らせたりと、意外と使うシーンは多いと思います。なので、デザインナイフと同じように、持っていても損はないかなと思っています。よく使う接着剤は、この2つですね。今紹介したケースで使う場合、パーツの固定用には、東和合成さんのアロンアルファプロ用対衝撃、軸の調整用には、ウェーブさんの ×3S ですね。必須ではないので、今お伝えしたようなニーズが出てきたら、購入を検討してみてください。組み立てに必要なツールをまとめて購入すると、費用はこれくらいのイメージ。瞬間接着剤は、アロンアルファプロ用が800円くらい、×3S が500円くらいなので、合わせて買うと5000円を超えちゃいますね。最初からそんなにお金をかけたくないなって方は、ニッパーと棒やすりだけ買って、必要に迫られたら他の道具を購入する感じでいいと思います。それでは後編で、各ツールを使って実際にプラモデルを組み立てていきましょう。ロード中です。ツールの使い方や組み立て方の説明に入る前に、説明書について少しだけ触れておきます。説明書を見ていただくとわかるように、ほとんどのプラモデルのパーツには番号が振られています。例えばこのパーツは T5 ですね。T5 であれば、T のランナーにある5番目のパーツになります。なので、まず D ランナーを探します。こちらが D ランナーですね。ランナーというのは、このように同じ色のパーツが集まった板状のブロックのことです。目的のパーツを発見しました。目的のパーツを見つけたら、ニッパーを使ってパーツを切り出していきます。パーツを切り出すときは、基本的には二度切りをするのがおすすめです。説明ばかりで申し訳ないのですが、二度切りについてちょこっとだけ説明しますね。先ほど説明したランナーには、ゲートと呼ばれる枠とパーツをつなぐ細い線が存在します。二度切りというのは、パーツを切り取るときに、ゲートを枠に近い方で一度切って、その後に残ったゲートをもう一度切る方法です。もちろん一回切るだけでもパーツを切り離すことはできますが、ニッパーの扱いに慣れていないとパーツをえぐってしまうこともあるので、慣れないうちは二度切りを推奨します。絶対2回で切らないといけないわけではないので、パーツの形状によっては、3回、4回と切っても大丈夫です。また、二度切りをするときは、こんな感じの太いところでは切り取らない方がいいです。今使っているような型番ニッパーだと、刃がこける恐れもあるので、このように細くなっているところでゲートをカットしてください。パーツをランナーから切り出せたら、パーツについているゲートを二度切りします。こういう逆カーブになっているところは、ニッパーだけだと綺麗に切り取れないので、まず、ニッパーで切り取って、デザインナイフを使って、切り取れなかったところを整えていきます。デザインナイフは、切れ味が良くて危ないので、使用するときは、怪我をしないように十分に気をつけてくださいね。ニッパーやデザインナイフを使って、パーツを切り出せたら、説明書通りに組み立てていきます。ガンプラとかだと、一気にパーツを切り出して、その後に組み立てることもありますが、ビプラは説明書の順番、多くても各部位ごとに切り出して、その都度組み立てることをお勧めします。ビプラの、特にボディ部分って、微妙に左右違っていることが多いので、一度にパーツを切り出してしまうと、組み立てる時に間違いやすいんですよね。これで前髪が完成しました。あとはこれをひたすら繰り返して、完成を目指しましょう。これは塗装もしてみたいという方向けになりますが、後からパーツをばらしたい時の組み立て方をお伝えします。一番簡単なのは、ここのダボを斜めにカットする方法ですね。斜めにカットするだけなので簡単です。切りすぎると組み立てられなくなるので、少し注意してください。他には、
このダボ穴を棒ヤスリなどで拡張する方法も割とポピュラーですね。拡張方法はこんな感じ。ちょっとめんどくさいので、個人的にはダボをカットすることが多いです。今回、ダボカットもダボ穴拡張も両方やってしまったので、ガバガバになってしまいました。基本的にはどちらか片方の作業だけで大丈夫です。続いて関節の調整作業です。寿屋さんのビプラは、関節のはめ合わせがたまにはまらないくらいきついことがあります。今映像で映っている肘関節もまあまあ硬いですね。はめ合わせがきついまま組み立ててしまうと、破損の原因になるので、前半で紹介したこちらの棒ヤスリを使って、軸受け部分の太さを調整していきます。一方向だけだと太さが不均一になってしまうので、パーツを反対にしてもう一方からも削ります。ここで大事なことは、一気に削りすぎないことですね。一度組み立ててみて、関節の硬さを確認します。まだ全然硬いですね。もう一度棒ヤスリでパーツを削ります。削りすぎた時は、瞬間接着剤などで軸や軸受けを太らせて、もう一度はめ合わせを調整するのですが、ただただめんどくさいので、時間はかかりますが、少しずつ削りながら調整する方がおすすめですね。3回ほど調整を繰り返したら、いい感じの硬さになりました。調整が終わった後は、そのまま組み立ててももちろんいいのですが、このピンが、この穴に入った時に、軸がわずかに太る気がするんですよね。軸が太ると、せっかく調整した関節が硬くなってしまうので、軸の穴に入るピンを斜めにカットしたりもします。調整したはずなのに組み立てたら関節が硬くなってしまった時があればお試しください。もう一つだけ、関節軸の調整方法をお伝えします。こんな感じに奥が塞がっていて、棒ヤスリで調整しづらいパーツがたまにあります。頑張れば棒ヤスリで削れないこともないのですが、綺麗に削るのがちょっと難しいです。そんな時は、デザインナイフやカッターナイフを使って、軸側を削っていく方法がおすすめです。軸の周りを、カンナ掛けの要領で少しずつ削っていきます。一部だけではなく、パーツを動かしながら、軸の周り全体を削っていきます。最初は硬かった関節も、軸を皮1枚くらいカンナ掛けしたことで、ちょうどいい硬さになりました。最後にヤスリで削りすぎて、関節がゆるゆるになってしまった時の調整方法についてお伝えします。ここまでゆるいと、ポージングとかも保持できないので、そんな時は、前編でご紹介したこちらの接着剤を使います。まず、こちらの接着剤を少量取り出します。そして、どこの家庭にもあるクリップを使って、接着剤をパーツに塗っていきます。この接着剤は粘度が低いので、爪楊枝とかだと中に染み込んじゃうんですよね。接着剤は軸側ではなく、こちらの軸受け側の方が均一に塗りやすいです。接着剤を少量取って、軸受けの内側に塗っていきます。接着剤が硬化するまで10分ほど待ちました。パーツを取り付けます。ちょうどいい硬さになりましたね。緩くなりすぎた関節はこんな感じで調整してみてください。ロード中です。ということで、ビプラの組み立て方について解説させていただきました。参考になりましたでしょうか？最初に揃える道具や組み立てる時の注意事項は一通りお伝えできたと思います。墨入れやトップコート、デカール張りなど、まだまだお伝えしたいことが山ほどありますが、そのあたりの紹介は、需要があれば動画化したいですね。締めの挨拶が少し短いかもですが、動画の時間も長くなってきたので、今日はここまでにします。
それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらの動画が皆様の模型活動に少しでも参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録や高評価をお願いします。また、気になることや動画のリクエストなどありましたら、お気軽にコメント欄にお書きください。あと、Twitter もやってますので、お気軽にフォローしていただければ嬉しいです。また次回お会いしましょう。バイバーイ。